How would you kill me? There's a lot of ways. Choking you to death with your tie. Okay. Beating your face into the mirror until it broke and using the glass to cut your arteries. Gouging your eyes out and just smashing your face into the wall. 2013年6月17日、アメリカ・カリフォルニア州デイビス。取り調べを受けていた少年はダニエル・ウィリアム・マーシュ。まだ15歳の彼は、なんと2ヶ月前に起きた殺人事件の容疑をかけられていました。そしてダニエルは取り調べ開始から3時間、容疑を否認していましたが、ある女性の話になると態度を一変。あの女だけは許せなかったんだ。険しい表情で奥歯を噛みしめるダニエル。その女性を殺したいほど憎んでいた彼は、ここで事件への関与を認めます。しかしダニエルの犯行は知人女性を殺したいという彼の言い分とは全く辻褄が合わなかったんです。なぜなら彼は一切面識のない老夫婦を殺害して解剖していたから。見ず知らずの老夫婦を殺害し解剖した少年。少年が常軌を逸した犯行に手を染めた理由とは。幼少期の裏切りによって芽生えた殺人衝動は、親しい友人でさえも恐怖を覚えるほどのものだったんです。おそすけんちゃんです。いや宮城かヤミゴさん、僕ね、この間キックボクシング2回目行ってきたんです。あらららら、どうだった？めっちゃきつくて、1回目ね、体験で無料のやつ行って言ってたね。すんげえ緩くて、ここ続けられそうだなと思って、2回目申し込んでいったら、1回目の10倍ぐらい辛いトレーニングさせられて10倍ってどんなことさせられるの？もうなんか変な腹筋を10セットぐらいやらされて、その後縄跳び1分連続セットを何セットもやらされて、縄跳びってさ軽く見えるやん。みんなね、騙されると思ってやってみ。あれね、ずっとやってるのマジできついよ。大丈夫？もうほほ骨浮くぐらいになってんじゃない？1ヶ月後ぐらい。いやでもマジで楽しい、すごい。ジャブとストレートとフックと右の蹴り左の蹴りまでマスターしたんで、いつかねヤミクさんにぶち当てたいと思います。ふざけんな。本日ご紹介するのはアメリカカリフォルニア州で起こった残虐極まりない殺人事件について。この事件はまだ15歳の少年が殺害した被害者の内臓を取り出して解剖したというエグすぎるおぞましい事件。聞いただけでサイコパス以外の言葉が見つからなくない？だって15歳で内臓をえぐり出して解剖なんてやばすぎるわ、いくらなんでも。事件当時の彼は紛れもなくサイコパスなんですけれども、もともと正義感が強くて犯罪を起こすような人には見えなかったと言われているんです。そう。事件の夜、とある一軒家へ侵入した少年。少年が去った後、その家には到底人間の所業とは思えない光景が広がっていたんです。英雄と呼ばれた少年。2013年4月14日、アメリカカリフォルニア州デイビス。鼻歌を歌いながらとある一軒家から出てきたのは金髪を長く伸ばした少年。デイビスはカリフォルニアでも比較的治安のいい街ですが、中学生くらいに見えるその少年が深夜に一人で出歩いている様子はいささか奇妙でした。さらにそのいでたちは全身黒ずくめの服装に黒いフェイスマスク。夜の街に溶け込むような格好をした彼の右手にはべったりと血のついたナイフが握られていました。それから1日が過ぎ、また夜が訪れた時、警察はその一軒家に住む老夫婦の娘の通報で現場へ駆けつけます。網戸が切り裂かれ、外部から何者かが侵入したと考えられるその家の寝室には血まみれの夫婦の遺体が転がっていたんです。誰がこんなひどいことを。殺害されていたのはオリバー・チップ・ノーサップ・ジュニアと妻のクラウディア・モーリン・モーピン。2人はそれぞれ60箇所以上をめった刺しにされ、無残にも内臓をえぐり出されていました。こんなグロい殺し方した後に鼻歌混じりに歩ける？もう不気味すぎるわよ、いくらなんでも。ほんとそうなんですけど、警察は彼の正体を知った時に戦慄するんです。その後、警察は殺人事件の線で捜査を進めますが、現場に犯人の手がかりは残っておらず、夫婦の人間関係にも怪しい人物は見当たりませんでした。結局、捜査は何も進展しないまま2ヶ月が経過。すると、このタイミングで警察に思わぬ通報が飛び込むんです。殺人事件の犯人は僕の親友です。怯えた様子で話す少年は、親友が夫婦を殺害したことを自慢げに吹聴して回っていたというんです。そして少年は親友のその時の様子を次のように語りました。彼は笑いながら話してました。遺体の中に携帯電話と飲みかけのグラスを入れてきたって。
少年が話したその内容は一部の警察関係者しか知り得ない情報。少年が名指しした人物は事件に関わっている可能性が極めて高いと判断されました。少年がその時語った親友の名はダニエル・ウィリアム・マーシュ。少年はダニエルの犯行を2ヶ月前から知っていました。一方、ダニエルはまた人を殺すと話していたといい、次の標的が自分になるかもしれないという恐怖から少年はなかなか通報に踏み切れずにいたんです。同時にダニエルの名を聞いた警察は思わず言葉を失っていました。なぜなら彼は過去に人命救助で表彰されていたから。事件の4年前、当時12歳のダニエルは運転中に心臓発作を起こした父親に代わって車を停止、その場で心肺蘇生を行い父親の命を救っていたんです。アメリカ赤十字社に表彰されメディアで一躍注目されることになったダニエル。4年の月日を経て殺人犯へと変貌してしまった彼の身に一体何が起こっていたのでしょうか。運転中にお父さんが心臓発作なんてことはもう慌てて冷静にこんな対応できないんじゃない？ 12 歳でよく対応ができたわね。冷静だったかどうかは怪しいところなんですけど、この頃にはすでにダニエルはおかしくなり始めていたんです。崩壊の足音。1997年5月14日、ダニエルはカリフォルニア州デイビスで生まれました。両親と妹を合わせた4人家族で暮らしていた彼にとって最初の問題となったのは、実は後にダニエルが命を救うことになる父親。役立たずのバカ息子が。父親は暴力こそ振るわないものの、ダニエルに対しての当たりが強く、日常的に心ない罵声を浴びせ続けていました。ダニエルは幼心に父親のその振る舞いに深く傷ついていたんです。そんな彼の心の支えとなったのが母親の存在。お父さんの言うことは気にしなくていいからね。母親はいつも父親の暴言からダニエルを守り、優しく寄り添ってくれました。父親に邪険に扱われる中でも、母のその気持ちでダニエルはどうにか自分を保つことができたんです。しかしそれは2008年、ダニエルが10歳の頃のこと。母さん、信じてたのに。ダニエルはいつになく憎悪に満ちた目で母親を睨みつけていました。実はこの時、母親の不倫をきっかけに両親が離婚することになったんです。さらに母親の不倫相手が女性だったことがダニエルに複雑な感情を植え付けました。何なんだよこの女は。なんでこんな女に家族をかき回されなきゃならないんだ。こんな女、喉をかっきって殺してやりたい。父親からの暴言、母親の何の前触れもない裏切り、加えて母親の相手が女性だったという予想外の展開はダニエルの許容範囲を大きく超えていました。この一件でダニエルはうつ病と不安障害を発症。彼は母親の不倫相手への殺意を募らせ、次第に人を殺す夢を見るようになります。翌年、ダニエルは心臓発作を起こした父親を救い、世間から注目を浴びますが、その出来事は彼にとって誇りではなくトラウマ。もうその話はやめてくれ。すごく怖かったんだ。掘り返さないでくれ。家族に複雑な思いを抱えていた彼にとっては、父を救った喜びよりも父も自分も死んでいたかもしれないという恐怖の方が大きかったんです。まあこれは確かに複雑ね。ダニエルが実際にどんな気持ちかも知らずに世間の人は勝手に褒めたたえちゃってるわけだもんね。変にメディアに引っ張り出さずにそっとしておいた方が良かったのかもしれないですよね。抗うつ剤を使っても臨床ソーシャルワーカーの支援を受けてもダニエルの症状が改善することはありませんでした。うつ病や拒食症を悪化させ入退院を繰り返すようになったダニエル。抗うつ剤が無駄だと悟った彼は落ち込んでしまう気分をごまかすため違法薬物に手を出してしまいます。さらにこの頃には母親の不倫の一件でダニエルの中に芽生えた殺人衝動が表に現れ始めていました。最高だ。拷問や首切りなど血が飛び散るような残虐性の高い動画を見漁るようになったダニエル。彼は殺人の瞬間を繰り返し妄想し、連続殺人刑の憧れを募らせていったんです。一方でダニエルはそれが良くないことだということも十分に理解していました。彼は殺人衝動と同時に実願望を抱き、どうにもならないその葛藤を何度かスクールカウンセラーに打ち明けていたんです。人の手の皮を剥いだりまぶたを切り取ったりして拷問がしてみたいんです。そうやって残虐行為の話を出したかと思えば自殺未遂を図ったといい、リストカットの後を見せてくるダニエルの精神状態は誰の目に見ても異常でした。危機感を覚えたスクールカウンセラーが警察を呼ぶ騒ぎになることもたびたび。挙句ダニエルは猫やアライグマの殺害、放火など実際の犯罪行為にも手を出すようになっていったんです。スクールカウンセラーに相談来て警察沙汰になるってやばすぎるじゃない。なんか精神科の病院でさ、隔離病棟とかに入れとかなきゃいけないレベルなんじゃないのこれは。両親の離婚以来監視の目も行き届かない中、ダニエルのヤバさに気づく身内っていうのがいなかったのかもしれないんです。
そしてですね、動物虐待を始めたら赤信号なんですよ。どういうことか。というわけで本日のメトラキーワード、動物虐待と殺人の連動性について。動物虐待は凶悪事件の前兆。そう言われるほど殺人犯が過去に動物虐待を行っていたケースは多々あるんです。例えば神戸連続児童殺傷事件の少年 A、 佐世保女子高生殺害事件の15歳の少女なども早くから動物虐待を繰り返していました。東院横浜大学の安倍賢人教授によると、動物虐待は内面に溜め込んだ攻撃性の発散。親から虐待を受けた子供はそのストレスを小動物に向けるようになり、成長に伴って対象を人へと変化させていくことがあると説明するんです。父親の精神的虐待や母親の不倫など多大なストレスにさらされる幼少期を過ごしたダニエルにはまさにこの理論が当てはまるんです。動物虐待を繰り返し、次第に殺人衝動を増していったダニエル。彼にとって人間はもはや動画で見た残虐行為を試す実験体でしかなかったのかもしれないんです。最高の気分。2013年4月14日、ダニエルは黒い服に黒のフェイスマスク、黒い手袋をはめた全身黒ずくめの姿で深夜の街を歩いていました。靴底には足跡を残さないためのテープが貼られ、その手には鋭く尖れた狩猟用ナイフが。そこからダニエルはなんと侵入できそうな家を探して50軒もの民家を見て回ったんです。そして彼が最後にたどり着いたのが、老夫婦が2人で暮らしているその一軒家でした。リビングの窓が開いていることに気がついたダニエルは網戸を切り裂いて家の中へ。寝息が聞こえる方向へ進んでいった彼は老夫婦の寝室へとたどり着きます。そこからベッドの上に上がると、数分間何か思案するかのように夫婦の寝顔を真上から眺めていたダニエル。次の瞬間、ダニエルは夫オリバーの胸に持っていたナイフを思い切り突き刺しました。隣で寝ていた妻のクラウディアは異変に気づき、悲痛な叫び声を上げます。キャー、助けて助けて。必死に命乞いをするその姿はダニエルにとっては興奮材料にしかならなかったんです。この間動画で見たやつやってみたかったんだよな。何度もナイフを突き立てられ、すでに事切れている夫婦を前にダニエルは未だ興奮冷めやらぬ様子でつぶやいた。ナイフを再び構えたダニエル。彼はその目を輝かせながら遺体に切り込みを入れていく。動画で見たまんまだ。切り口から顔を覗かせた臓器を前にダニエルは嬉しそうに笑みを浮かべる。彼はそれをわしづかみにして取り出すと、まるで理科室で実験をしているかのように熱心に解剖し、その中身をまじまじと観察した。そこから夫オリバーの額を切り裂いてみたり、妻クラウディアの胴体から脂肪を取り出してみたり、ダニエルは好奇心のままに2人の体をいじくり回した。ひとしきり解剖を堪能し終えると、最後に彼は満足した様子で言った。いいこと思いついたぞ。警察をおちょくってやろう。ダニエルが手に取ったのはテーブルに置かれていた携帯電話と飲みかけのグラス。彼は空っぽになった2人の体内にそれらを忍ばせた。その後、ダニエルは初めての殺人の余韻に浸りながら帰宅。自宅ガレージに到着した彼は血まみれの靴や服を脱ぎ捨てると水道の蛇口をひねりました。そこから血がついたナイフを丁寧に洗い始めたダニエル。彼が自宅に着いて真っ先にナイフを洗ったのは、それが殺人の記念品だったから。命を奪ったその時の感触にこれまでに味わったことのない快感を覚えたダニエル。彼はナイフを伝ってきたその感触を忘れまいと、そのナイフを大切に保管しておこうと考えたんです。ダニエルは念願の殺人を犯した喜びを周囲の友人に黙っていられず、警察に知られてしまうのも時間の問題でした。ちょっとこう言ったらダメなのかもしれないけど、もうこの子は私手遅れだと思うわよ。この子は一生刑務所にいなきゃいけないわよ、これは。まあね、警察も同じ気持ちだったと思いますよ。逮捕されてもなお、ダニエルの殺人衝動はとどまることを知らなかったんです。事件から2ヶ月後の2013年6月17日、取り調べを受けたダニエルは3時間以上容疑を否認しましたが、母親の不倫の話になった途端に豹変。憎しみを抑えきれなくなった彼は犯行を自白し、長年の殺人衝動を洗いざらい警察官に話しました。そして殺人犯の取り調べに慣れている警察官すらも思わず寒気を覚えるような発言をするんです。How would you kill me? There's a lot of ways. Choking you to death with your tie. Okay. Beating your face into the mirror until it broke and using the glass to cut your arteries. Gouging your eyes out and smashing your face into the wall.
この後ダニエルはサイコパステストを受けることになりますが、結果は40点満点中 35.8 点。アメリカでは30点以上がサイコパスとされており、ダニエルはその基準を大きく上回っていたんです。実際彼は最初の事件の後も野球バットを持ってたびたび夜の街をうろついており、いつ次の犠牲者が出てもおかしくない状況でした。事件から約1年後の2014年9月30日、2件の第1級殺人で有罪となったダニエルに下された刑は最低52年仮釈放なしの終身刑。彼は犯行時15歳という年齢ではありましたが、犯行の残虐性から成人同様に裁かれたんです。以降もダニエルの弁護人は彼が成人同様に裁かれたことが正当ではなかったと主張し、控訴を続けています。幼少期の父親の虐待や信頼していた母親の裏切りによって芽生えたダニエルの殺意は、やがて見ず知らずの相手を解剖し、もてあそぶほどの残虐性を伴っていきました。全てを家庭環境のせいにすることはできませんが、多くの犯罪者が幼少期の環境で人格を歪ませていることは紛れもない事実。あなたが子供と向き合う立場なら、彼らの葛藤を見逃さないためにどのような接し方が必要だと思いますか？おさすけんちゃんです。にゃんにゃんかんな。オンラインサロンの秘密結社アルゴメトリーも公開してから数ヶ月が経つんですけども、もうね、大反響をいただいております。めちゃくちゃ盛り上がってるわね。オンラインサロン何やってんのって入ってない方はわからないと思うんで、怪しく感じてんじゃない？ちょっと改めてご紹介させていただければと思います。YouTube は結構規制が厳しかったりするんで、そっちでは上げられないようなサロン限定の動画っていうのを配信しております。一体どんな動画が上がってるのかっていうところで結構動画も溜まってきておりまして、オウム真理教事件、エプスタイン島事件、日本軍731部隊、ジャパンライフ巨額詐欺事件、新潟少女監禁事件、第一生命19億詐取事件、藤沢市母子5人殺害事件、韓国伊豆原バラバラ殺人事件、あとテッドバンディ、あと旭川中学生凍死事件、韓国の学校性暴行事件、コロンバイン高校銃乱射事件、ロシア中学生銃乱射事件、光市母子殺害事件、あとはナイツ花輪さんとのコラボ死についての完全版と芸能界の裏話っていうのと、あとは松戸市の女子高生転落死事件っていうところで、どれもね YouTube でやるには難しい動画があるんで、ちょっとそちらオンラインサロンの方で取り上げさせていただきつつ、ただね、事件をエンタメ化しようっていうのは意図としてはないので、サロンの収益の一部を犯罪被害者の会だったり一般的な基金だったりに募金させていただいておりますので、ちょっとそういった中で YouTube とオンラインサロンで住み分けをさせていただければと思います。それ以外にもね、サロン限定のライブ配信だったりとか、僕とかヤミコさんとオンラインで1対1で話せるワンオンワンだったりっていうのもありますので、もしね、僕らと話してみたいとか、個人的にこういうのでちょっと人生悩んでるんですよねっていう方にはね、非常に好評をいただいている企画でもあるので、興味あればぜひ参加いただければと思います。あとは最近で言うと、東京でオフ会バーベキューの会とかを開催しようっていう計画だったり、各地方とかね、僕らたまに行くんで、その時にも皆さんとお会いする機会を作れればなと思ってます。そういったオフ会の先行予約だったりもできますので、もう盛りだくさんの内容になっておりますので、ちょっと興味あればね、概要欄固定コメントの秘密結社アルゴメトリーからぜひご参加いただければと思います。そして今日はですね、この後サロン限定動画の一部のみを皆様に公開できればと思います。もし続きを見たい方はね、ぜひサロンにご参加いただければと思います。期間限定で無料期間もやってたんですけれど、あとちょっとでね、無料期間終了にさせていただければと思うので、ぜひ今のうちにサロン覗いていって、で、興味あればそのまま入っていただいて、興味なかったら抜けちゃえば1円もかからないので、いろいろね、見ていただければと思います。いずれにせよ、アルゴメトリーのコンテンツっていうのをもっともっと深掘りして世の中を知りたいっていう方、そして他のメトラーさんの方とちょっと交流してみたいっていう方、もしくは交流はちょっと苦手なんだけど、限定のコンテンツを見てみたいっていう方、いろんな方がいらっしゃいます。その上でね、皆さんが自分なりのスタイルで参加していただければね、僕らも嬉しいので、この YouTube ももちろんこれまで以上に頑張りますしね、オンラインサロンの方でも引き続きよろしくお願いいたします。エンジェルのカナです。K の2年生です。猫カフェに行ったり、猫が好きです。東京で未成年1500人が補導された売春事件。その陰でうごめいていた絶対に触れてはいけない闇とは。2003年7月17日、東京都港区赤坂。助けて、警察を呼んでください、まだ友達が残ってるの。花屋の店内に響いたのはまだ幼い少女の声。靴下さえ履かずに裸足の状態で店に駆け込んできた彼女の様子は明らかに異様でした。事情を聞いた花屋の店員は即座に通報。警察はすぐ近くのウィークリーマンションの一室で3人の少女が手錠と目隠しをされ監禁されているのを発見
見するんです。マンションのリビングでは容疑者の男が自殺を図り、すでに息絶えていました。男の名は吉里幸太郎、非合法の未成年デートクラブプチエンジェルの経営者でした。少女を巧みに勧誘し売春斡旋を行っていた男が起こした監禁事件が明るみに出ると、なんと売春に携わった疑いのある未成年1500人以上が補導される騒ぎに。東京の未成年売春市場の闇を浮き彫りにしたこの事件の動向に人々は一層の注目を向けていました。そして吉里と共に売春斡旋を行っていた仲間もあぶり出されるかというこのタイミングで、警察は完全に捜査を打ち切ってしまうんです。東京で1500人もの未成年が補導される異常事態となった赤坂プチエンジェル事件。なぜ警察は巨悪を放置し捜査を止めたのか。実はこの事件の一部始終は全てシナリオ通りだったのかもしれないんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。